皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ東部戦線における重要拠点の一つ、リマンの町をウクライナ軍が包囲したのではないかという情報が出ているので、リマン周辺で何が起こっているのか現在のところ分かっていることに関して解説していこうと思います。一つの町の包囲戦というだけではなく、ロシア軍の戦争をする理由の一つが達成困難になるかもしれないという意味で非常に重要な戦いの一つとなります。それでは早速どのような状況になっているか全体地図から実際の戦場へと説明を進めていきます。こちらがウクライナの地図と現在の戦況を表している色付けです。赤がロシア軍の占領している地域で、水色の部分がウクライナ軍が奪還を果たした地域です。丸1が南部戦線で、南部戦線については現在のところ一進一退の状況が少し続いている状態です。プーチン大統領がこの地域における撤退を許可しないといった話などが出ています。これはドニプル川で補給路寸断されている状況で、現地のロシア軍としては状況を変えないままだと被害が拡大してしまうため撤退を願い出たのでしょう。そうしたわけで南部戦線におけるロシア軍はかなり苦しい状況には置かれているものの、ウクライナ軍が前もってこの地域に対する大攻勢をかけると以前から言っていたために、この地域に集結している部隊の戦力はかなり分厚いもので、苦しい状況の中でも踏みとどまっていると言えます。一方で東部戦線においては主力の部隊もかなり抜けているため、ウクライナ軍の電撃作戦によってかなり東部戦線はズタズタに引き裂かれている状況です。現在激しい戦いが起こっているのはリマン周辺です。東部戦線のことを語るときに非常に重要なのがイジュームとリマン、この2つの町です。プーチン大統領はこの地域、ドンバス地方を抑えることが特別軍事作戦を行う理由だと話していました。そうした意味においてイジュームとリマン、この2つの拠点から北から南へと進軍することによってドネツク州を完全制圧をすればドンバス地方を手中にすることとなり、プーチン大統領の目指した作戦目標を達成することができます。しかし現在の戦況はイジュームがすでにウクライナ軍に奪還された後であり、もう一つの拠点リマンに対してもウクライナ軍の猛攻が行われているところです。そしてこちらがリマンの町周辺を拡大したものです。赤がロシア軍の制圧下で、水色はウクライナ軍の制圧している地域になります。そして色の塗られていないところというのがまだまだ両軍の勢力というものが入り乱れている状況ではっきりとはしていない。しかし状況から考えればウクライナ軍が攻めているわけですから、ロシア軍が撤退して勢力が衰退しているところです。青い矢印はウクライナ軍の圧力を加えているところであり、現在リマンには敗残兵を含めてかなりの部隊が逃げ込んでいるようです。しかしリマンから後方の町にへと至るルートはすでにウクライナ軍の攻撃が可能な範囲内であり、リマンは実質的な包囲下に置かれていると言えるでしょう。このようにウクライナ軍がどこからでも攻撃できるほどに移動経路が危険な状態になる前にロシア軍は撤退するだろうと言われていました。しかし現在の状況は安全な撤退などもはや不可能な状況になりつつあります。リマンから一つ後ろの町へと逃げるそのルート上においても対戦車地雷がすでに散布がされています。対戦車地雷を散布するのはどういうことかというと、イギリスやドイツから提供された多連装ロケットシステム MLRS のロケット弾の中に対戦車地雷を散布する特殊弾があるそうです。どれほどの数を散布したかについては公表されていないのでわからないのですが、ロケット1発につき28発の対戦車地雷をばらまくんだそうです。ですから実際に兵士がリマンと後方の都市を遮ったわけではなく、MLRS による遠距離の工作によって移動経路が塞がれてしまったというわけです。ではリマンの町には一体どれだけのロシア軍がいるのでしょうか。現在のところ推定値ではあるものの、ロシア軍の第20諸兵科連合軍と予備部隊、そしてリマン周辺の町のロシア軍が敗残兵となってこの町へと集まっているようです。その他、ロシアがこの地域に作った傀儡政権の指揮下にある部隊、これら全て合わせるとざっくり言って推定2000から3000人程度のロシア軍の兵士がリマンの町に取り残されているようです。ではどうして撤退路が塞がれるほどまでにロシア軍はリマンにとどまり続けたのでしょうか。その理由というのが、そもそもプーチン大統領が政治命令としてこの町の守備を続けるように言ったのではないかという話があります。これはプーチン大統領が当初掲げていた特別軍事作戦の理由というのが
ドンバス地方を抑えることにあり、ドンバス地方を抑えるためにはイジューム、リマン、この2大拠点はどうしても必要だったことから、リマンだけでも何としてでも持ちこたえさせなければならないと考えた可能性があります。その手段として現在噂レベルではあるものの、部隊が逃げ出さないように特戦隊を結成していたかもしれないという話が出ています。これは敵前逃亡をした際に即時に味方の兵であろうとも攻撃を行って恐怖を植え付けることによって部隊をその場に留まらせようというソ連時代から続くある意味呪われた作戦でもあります。ちなみにリマンの町にこの特戦隊はすでにいないと言われています。兵士たちが逃げないように銃口を向けていた特戦隊の部隊はいち早くクレミンナへと脱出を成功させ、特戦隊としての武器をマシンガンから榴弾砲へと切り替えたと言われています。そして特戦隊の働きだけではなく、ロシア軍の兵士たちが未だリマンに残っている理由の一つというのが、ウクライナ軍への投降を思いとどまらせるような刑罰の強化が行われたことです。それは自主的なウクライナ軍への投降というものが懲役10年の刑になると刑罰が強化されたのです。戦って死んでしまうよりは投降した方がいいと私だったら思うわけですが、現場の兵士ではなく将校クラスだと捕虜交換などでロシアに帰った時に刑務所に入れられることを嫌がるかもしれません。ウクライナ軍によるリマン包囲は完全なものとは言えない部分があります。先ほどもご紹介したように、逃げるその逃走経路に対戦車地雷をロケットで散布したというのは、確かに軍用車両を抑えることはできるわけですが、兵士が逃げるということは一応素通りを許してしまうわけです。ただし、戦車や装甲車、歩兵戦闘車、様々な大型兵器を残していくこととなるので、ロシア軍の大幅な戦力低下になることは間違いありませんし、徒歩になった兵士といったものは追撃する際にはやはりかなり脆いものです。ですから、リマンの町が完全に落ちるというのも一つ戦果として挙げられるわけですし、装備を失ったロシア軍が逃げる、これを追撃して戦果をまたさらに拡大させるというのも可能なわけですから、対戦車地雷を散布するだけである程度の逃げ道がまだ残っている状態にしているというのもある意味、合理的な判断だとも言えます。何にしても言えることなのですが、重要拠点リマンに対するロシア軍の救援、援軍といったものは明らかに不足しています。そもそも援軍が大量にやってくればこのような孤立はしないわけで、現在のロシア軍がどれだけ予備戦力が枯渇しているかを示している事象だと言えます。親ロシア派の人たちは、イジュームが落ちた時にも、このリマンに大兵力が集結し、ウクライナ軍をすぐに追い払ってイジュームを奪還するんだといった話などをしていた人たちもいるのですが、もはやそのリマンにはイジュームを取り返すための兵力など存在しなかったことが明らかになり、さらにリマンはこのままだと陥落するというわけです。東部戦線におけるロシア軍はもはや戦線を維持することもかなり厳しいということを表しています。しかもこれほど不利な状況になるまでリマンに留まり続けた理由というのが、プーチン大統領の政治目的による死守命令だったとすれば、これほど不条理なことはないでしょう。なお、当のプーチン大統領が今何をしているかといえば、現在動画を作っている最中はまだなのですが、ウクライナの東部、南部、4つの州をロシアに併合するための手続きがこれから行われようとしています。プーチン大統領としては、これら4つの州をロシア本国に併合することによって、あたかもロシアがウクライナ軍の侵略を受けた被害者であるかのような体裁を作り、それに伴って大祖国戦争であると国民を焚きつけ、また核兵器を使う口実作りへと利用しようとしています。ただ現実問題、今回ご紹介したように激しい戦闘が実際に起こっており、そもそもここはウクライナの領土であってロシアの領土ではありません。プーチン大統領のウクライナ領に対する強引な領土併合といったものは無視するような形でウクライナ軍が引き続き攻撃を行い続けるというのが非常にこれからも重要なこととなるでしょう。そのことに関して欧米各国はウクライナを支持してロシアの進めている領土併合に対する強烈な非難声明を引き続き出し続けています。口だけではなくロシアに対する経済制裁やウクライナに対する軍事支援といったものも表明されており、プーチン大統領にしてみれば自分の打った策によってさらに NATO 側が手を打ってきて、実質的にはより困難な状況を自ら招いているとも言えます。プーチン大統領がウクライナ東部南部4州の併合を宣言した後において、
リマンの町においてロシア軍の大部隊が降伏もしくは殲滅されるという未来はもうすぐやってくるのではないかなと私は思っています。そして実際に戦場で戦う兵士たち、ベテラン兵を多く失うということは、その影響がより長くロシア軍を弱体化させる要因となるでしょう。プーチン大統領はこのような戦場における敗北を政治的な工作によって何とか持ち直そうとしているわけですが、とてもウクライナ軍の攻撃を押しとどめるようなものとは思えません。皆さんはどう思われるでしょうか。というわけで今回の動画はここまでといたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込み、そして投げ銭機能のあるところではぜひともこちらもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。